当たりー。よし、プリミティアプレイヤー L です。今回は16式機動戦闘車を作ってみようと思います。8つのタイヤを搭載した機動力のある戦闘車両にしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは以前作った謎動力ガンをベースにしてモーターで軸を回して回転する6つのタイヤを後ろ側につけましょう。運転席の右側に電源用のスイッチをつけたら少し工夫してこんな感じで前から2つ目のタイヤの軸に足の力で回せる回し車を取り付けました。このちょっとした工夫でバッテリーを消費せずに移動したり加速や交代の動作ができるはずです。早速この状態で人力だけで乗ってみると運転席の中で前進することで後ろに後退することで前に車体が進んでくれます。前に進む時の方がモーターの充電用の回転方向ではないので抵抗が弱くて速いです。これでも乗り物として十分使えますが、こちらにバッテリーを追加して電気の力でも動くようにしましょう。後ろの6つの車輪が同時に回転しています。こちらを地面に下ろしてスイッチをオンにすると結構速いですが少しずつ壊れながら進んでくれています。そしてタイヤ同士が接触して壊れてしまいました。それでもハンドルを大きく動かしたりしなければかなり高速で安定して移動できます。でも高速で進む分少し物にぶつかるだけですぐに壊れてしまいました。それでもなかなか走破性は高いので急な坂道も進めます。電気だけでは進めなくなったところは人力で回し車を補助してあげれば簡単にパワーアップしてぐんぐん坂道を登ることができました。でもハンドルをひねりすぎて壊れてしまいます。私の視点にして速度を測ってみると人力だけで前に進むと秒速5メートルくらい出ますが後ろに進むとモーターの抵抗のせいで秒速1メートルくらいでした。そして電気の力で進むとぐんぐん速度が上がっていって秒速10メートルくらいまで加速できました。機動性は十分ですね。では今度は戦闘できる部品を追加しましょう。こちらは以前作ったバーストマシンガンをベースに6連発できる砲塔を作って運転席にくっつけました。もちろん左右に動くようにしています。最後に発射用のバッテリーと燃料を取り付ければ撃てるようになったはずです。早速近くの木を狙って撃ってみましょう。こういう時人力で移動すれば微調整ができるのでなかなか便利です。右側のレバーをひねって発射すると弾が貫通しているのかうまくわかりません。それでも諦めず狙っているとよし、命中しました。これで戦闘もできるようになったので火を使って16式機動戦闘車っぽく飾り付けていきましょう。重くしすぎると機動性が落ちるので薄い木を使ってそれっぽく見えるように大まかに飾り付けました。よし、これで16式機動戦闘車の完成です。ギリギリボンネットにジャンプが届くので前からこうやって運転席に乗ることができます。早速木を狙って撃ってみましょう。一発目は外しましたが2発目は
まとめて発射されましたが、無事に命中して、木を破壊することができました。弾を撃ち尽くしたら、体当たりでとどめを刺しましょう。おりゃー！いい感じに破壊できました。今度はもっと大きな木です。よし、結構離れていても、運が良ければ当たりますね。もちろん、これだけ撃てるのに、機動力はなかなか高いので、すぐに脱出することができます。今度は小さな木を狙ってみると、砲塔の高さが合っていれば、しっかり当てることができました。意外と戦闘力も高いですね。草を組み合わせた的も、バシバシ弾を当てて、穴を開けた後、元気で走って突進して、よし、的が崩れてくれています。車体も崩れていって、最後の的は破壊できませんでした。そして、ドローン工場の壁は、それなりに離れたところから撃っても、どんどんダメージを与えて、簡単に破壊することができました。続いて、風力発電機を狙ってみましょう。なかなか当たりませんし、当たってもダメージが低くて、倒せる気配がありません。それから体当たりをしてみても、木材の車体では、大したダメージを与えることができませんでした。このままでは、どうやっても破壊することは難しそうなので、車体の前に鉄の刃をつけることで、攻撃力を増してみましょう。これならどうでしょうか。途中でレーザーに壊されて、速度が落ちてしまっています。それでも諦めず、何度も突進していると、11067ダメージを与えて、破壊することができました。風車に復讐されていますが、よしとしましょう。それでは今度は、こちらの雑魚キャラの大群を狙って、16式機動戦闘車で攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。6発の砲撃でも、十分雑魚キャラを倒してくれていますが、撃った後に突進することで、かなりたくさんの雑魚キャラを巻き込んで、破壊することができています。弾がなくなっても戦えるので、なかなか強い乗り物ではないでしょうか。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。バッテリーを使わないで、交代した時の速度は、秒速1メートルくらい。モーターを動かして加速していくと、秒速7メートルくらい出ます。飾り付けのせいで、遅くなっていますが、十分機動力はあるので、よしとしましょう。そして、砲撃の方は、右のレバーをひねると、発射できますが、若干左右にブレるので、これから新しく実装される、トリガー用の素材が待ち遠しいです。もちろん、前に走って耐えたりすれば、まとめて破壊できました。それでは最後は、イエロースライムに引くように、車体の前にガラスの板をつけたら、こちらの巨大スライムを狙って、攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。攻撃は鉄の玉なので、全く効果はありませんが、体当たりはどうでしょうか。おやー！ダメージは入っていますが、倒すには足りませんね。なんとか加速して、倒しきれるように、突進を続けていきましょう。すると、やったー！ 17,473 ダメージ。巨大スライムを倒しました。うまくスピードが乗ってくれたのか。十分なダメージを与えて、一撃で破壊できました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。い
いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた16式機動戦闘車さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー